ループの設定がめちゃくちゃ簡単です。もうこれ押すだけ終わり。ループに入れてもジャッカルの音変わってないんです。こっからドライブに。はい、どうも始まりました。そしてできました。何ができたかと言いますと、じゃん、こちらです。スイッチャー。これをですね、皆さんにお届けしたかったんですよ。こんな感じに仕上がりました。背面はこんな感じです。これね、何がおすすめかというと、大きくポイントが3つありまして、1つ目が音質。これがね、ついにできたっていう感じなんですけども、2つ目が操作性。これめちゃめちゃ簡単です。3つ目がですね、小スペースというか小型。比べるとこれくらい、ボスのエフェクターだとちょうど上に2個置けるぐらいの、もうこれくらいのスペースでいろんなことができてしまうという。じゃあこの後詳しく説明していきたいなと思います。まずそもそもスイッチャーって何っていう方もいらっしゃると思いますので、簡潔に分かりやすく説明させていただきたいなと思います。スイッチャーっていうのは、こういう風にね、いくつかフットスイッチがついていて、いろいろここにね、挿すところがあるんですけれども、このジャックがループになっていて、ここにエフェクターを何個かつなぎます。コンパクトエフェクターでもいいですし、もちろんマルチエフェクターをつなぐのも OK です。これらのエフェクターは常時オンにしておくんですよね。スイッチャーを踏むことによって、どのエフェクターに行って戻ってくるかっていうことを、ここで全体を制御しちゃうみたいなイメージです。このライムトーンホーム 3LB はプログラマブルスイッチャーになっていて、その設定が記憶できるんですよね。今プログラムの1が選択されてますけども、じゃあプログラム1の時はループ1のエフェクターを、プログラム2の時はループ2と3のエフェクターをっていう風に記憶させます。するとここのフットスイッチだけで切り替わるんですよね。3つ同時踏みみたいなことってできないじゃないですか。それを一撃で切り替えることができる。さらに奥にね、なんか足をあっちやったりこっちやったりやってると演奏に集中できなくなるんですけども、それがこのね、エフェクターボードの手前にフットスイッチが並んでることによって、足をキュッキュッってやるだけで好きなところを行き来することができます。これがね、めちゃめちゃ便利なんですよね。じゃあまず機能から説明していきたいと思います。いやもう今日は楽しいな。行きましょう。このね、結構シンプルなインターフェース、このボタンの数とかね、なってますけども、できることがね、結構いろいろありまして、まずプログラム1、2、3ですね。この状態でシフトを押すと、4、5、6に飛べるスタンバイ状態になります。これを押すと4、5、6ですね。6個保存できます。そしてですね、なんと、ループの設定がめちゃくちゃ簡単です。もうこれ押すだけ終わり。もうこれだけなんですよね。なんか選んで右手左手セーブしてみたいな、そういうのね、ないんです。もうこれ押したらその時点で記憶してるので、プログラム1はループ1、プログラム2はループ2、プログラム3はループ1と3みたいにすると、これでもうっていう形で切り替わります。本体にはループが3つありまして、ループ1、2、3。そこにさらに B1、B2 っていうのがありまして、こちらにありますライムトーンベース2ループ追加することができるんですけども、なんとライムトーンベースがリモートコントロール可能です。ライムトーンベースをつなぐと、ここで、わかります？ここ。連動して光ってるの。この B1、B2 でライムトーンベースのループが制御可能です。なので本体の3ループでは歪みを3つの中から選んで、空間系はライムトーンベースで制御するっていうことも可能ですし、逆にライムトーンベースをスイッチャーの手前側に置いて、ライムトーンベースにはワウとワーミーを入れる。で、その後スイッチャーにつなぐなんてことも可能です。これね、このサイズで5ループいけるのは本当にね、嬉しい。スイッチャーって5ループになるとどうしても大きくなるじゃないですか。大きくなると場所取るし、あと重いし、スイッチャーが大きくなると結局ボードもどんどん大きくなっちゃうんですよね。で、さらにですよ。これだけじゃ終わらないんですよ。実はですね、このライムトーンホームには裏モードっていうのがありまして、これが便利。このプログラム1で試しますね。今、ループ1だけ選択されてますよね。この状態で、今選択中のプログラムをもう一回押すと、裏に入ります。裏にはまた別の設定が記憶できるんです。ループ3にディレイが入ってるとしましょう。裏に行くとディレイがオンになるっていう風な設定にする場合、裏でディレイをオンにする。すると、表から裏に行くとディレイがオンになる。裏に行った時にブースターをかけるだとか、ブースターもディレイも、なんかあれもこれもかけるみたいなことももちろんできます。なので実質 3×2×2 の12音色、このサイズで記憶することが可能です。この裏モードはあくまで表のコピーというか影武者的な存在なので、表側を切り替えた場合、裏側も一旦それに揃います。その後に裏を
設定する感じですね。この裏モードがあることによって本当にできることが飛躍的に伸びると思うんですよね。このシフトで456に行って音色をこうやってね切り替えるってことももちろんできるんですけども、シフトって僕の中の感覚だと曲中にあんまり切り替えるイメージ僕はなくて、シフトって曲中の切り替えってもここでこうやって裏に行けるんで、これねめちゃめちゃ使えると思います。あとはミュートですね。このシフトを長押しするとミュートになります。でね、この長押しってちょっと遅いなって思うことありません？これなんと自分流にカスタマイズできるようにしておきました。電源を抜いてこの L1 から B2 までの5個ありますよね。これが右に行くほど遅く左に行くほど速いです。例えばこの B2 を押しながら電源を投入で離します。起動しましたよね。これ一番速いです。見てくださいね。割とすぐミュート。今度は逆に L1 押しながら起動すると、はい、結構ありますよね。でこのミュートはこれを押してる時は音が止まるんですけれども、ミュートの解除はこれを踏んでも解除できますし、自分のね好きな行き先を踏めばそれで解除&移動ってことも同時にできます。はい、繋いでみました。いい感じだ。すごい、なんか全部ライムトーンオーディオなんですけど、ついにスイッチャーまで来たかみたいな、なんかすごい感慨深いですね。なんか、はい、すいません。今回のセッティングはですね、ループ1にジャッカルのプレキシモード。ちょっとクランチのジャッカルがループ1。ループ2はまあまあ歪んでるジャッカル。ループ3はファズホッグ。ファズ入れてます。このスイッチャー、実はノンバッファーなんですよ。これもね、語り出すと長くなっちゃうんで、あんまり話さないですけれども、とにかく音質を重視した結果、こうなりました。世の中のスイッチャーって大体バッファー搭載してるんですよ。それってやっぱり音質劣化を防ぐためだったりだとか、いろいろ理由はあるんですけれども、僕ね開発の結構後半まではバッファー搭載してたんですよ。でも最後にね外しました。このループに入れてるエフェクターの音が変わってほしくないんですよね。洗剤だとかジャックだとかパーツでもう本当に音作りを詰めてったんで、じゃあちょっともうその音いきましょうか。まずねクリーンが何も通ってない音ね。この音ね結構いいんですよ。ちょっと一回安直いきますか。わかりました。このほとんど変わってない感じ。もう一回スイッチャー経由いきますよ。もうねこれなんすよ。はい、合格。いやもうね本当にね大変だった作るの。はい。でこれにちょっとバディうっすらねディレイうっすらディレイかけて、じゃあループ1いきましょう。クランチのジャッカル。これいいか。いい感じですよね。これもぜひ皆さんも試していただきたいんですけど、ループに入れてももうほとんどジャッカルの音変わってないんです。これがね大事。ループに行きましょう。いい。ちゃんとジャッカルの音してる。ループ3ファズ。バッファ入ってないんで、ファズもループ好きなところに入れれます。であとはクランチの時に裏モードに行ったらドクリーンにしようかなとか。ね、このドクリーンってあんまり使わないけど、この裏に潜んでるぐらいならこうやってね、なんかたまに裏技的にこうひょっこり出すこともできるし、こっからドライブにこんな感じでね裏モードを活用して、この3つのねフットスイッチだけで結構幅が出せるって感じですね。はい、じゃあ最後はですね、5
5ループ全部フルに使ってみました。1ループ目がクランチ、2ループ目がドライブ、3ループ目がファズ、そしてライムトンベースに行って4ループ目がコーラス、5ループ目がディレイっていう感じになってます。今回僕がこの5つのエフェクターをこの3つのスイッチにどういう風に割り当てたかっていうのをご参考にお伝えしたいなと思います。プログラム1の表はクランチ。裏に行くとコーラスが入ります。このクランチのチャンネルはね、やっぱここのボリュームだとかこのアタックでいろんなバリエーションが出せるので、ね、こういう感じの音にもコーラスかけれる。そしてプログラムにはドライブにディレイが加わってます。こういううっすらディレイ好きなんですよね。で、カッティングしたいってたまになりますよね。こういう音って。でもカッティングの時ってディレイちょっと外したいじゃないですか。その時に裏に行くとディレイだけ外れる。切れ味バッチリですよね。そして暴れたくなった時用にこのプログラム3、ファズを中心とした組み合わせサウンドです。裏行きますよ。はい、という感じですね。で、このスイッチャー、ここに M っていうマニュアルモードがありまして、このマニュアルモードにすると、フットスイッチでそれぞれのループがオンオフできるようになります。ループ1、2、3ですね。そして、ベースの1、2もコントロールができます。マニュアルモード、ここでも切り替えできるので、まあそうですね。ここで押してもいいし、ここで押してもどっちでも OK です。チューニングしたい時ですけれども、このミュート長押しでチューナーの方に信号が行きます。チューナーに行くのはこのミュートモードオンの時のみっていうところが、ちょっと制約というか常に信号は行かないようになってます。これはノンバッファーなので、音質をこう最優先に考えた結果、チューナーに行くか、それともアンプの方に向かうかっていうね、この切り替えをミュートスイッチでやってるので、常時チューナーにも信号が送られるっていうこういう分岐はね、ノンバッファーでやるとやっぱり音質にね、影響が出るので、それはやってないっていう仕様になってます。はい、そんな感じでしたけども、いかがでしたでしょうか。もう僕としては本当にもうこれなら自信を持って皆さんの元にお届けできるというスイッチはできましたので、これだって思う方いらっしゃいましたら、概要欄にライムトオーディオのウェブストア載ってますので、そちらぜひご活用いただければと思います。そして全国の楽器屋さんでも取り扱っていただきますので、試してみたいという方はぜひぜひ楽器屋さんで試して、そしてご購入いただければと思います。というわけで皆さん、高評価やコメントよろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。それじゃあまたの動画です。